28年とか29年あたりが、そういう総理大臣とかやりそうだなっていう感じ。はい、どうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、さあ、今日も占いと時事、今月もやっていきたいと思うんですが、はい。再生数、落ちてきてるんですよ。どうしようね。まあ、そんなにやっぱ時事って固定の2000人くらいしか興味ないかな。まあそう言われると僕もなんとも返し。どうしようかなとは思うけど、とりあえず、今月末に、あれやりますよ。下半期の予言動画みたいなのやるし、チャツ先生との都市伝説でも、おそらく7月に絡めたことやりますと。で、なんだ、こんなのやってるんだっていう人がそこで、ちょっと増えるかなっていう期待もあるので、1ヶ月はなんとか頑張ってみます。はい。で、本音でもうちょっとやってくれみたいな感じがあったんで、本音でやるけど、まあ、嫌われるけどいっか。いいんじゃないですか。ね。うん。風の時代だしね、嫌われてなんぼだよね。嫌われてなんぼかどうかわかんないですけど、まあなるべくね、見てくれる方が少しでもちょっと増えるように我々もやっていきますので。工夫してやっていきましょう。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでございまして、はい、こちら収録は6月3日火曜日でございます。はい、そして6月の5日木曜にアップ予定となっております。ということで本日は4件ニュースの方ちょっと見ていきましょうか。はい。まず1つ目は、これ触れないわけにはね、いけませんね。人気 YouTuber のヒカルさんが、進撃のノアさん、もともとキャバ嬢でいらっしゃって、今は実業家として活躍されて、YouTube の方もね、これもご活躍されていらっしゃいますので、進撃のノアさんとのご結婚、ね。おめでとうございます。ピンと来てますいや、知ってるよ、2人とも。わかってます、大丈夫。チャンネル登録してる。本当だ、じゃあ。で、コラボしてる回も1回は見たことがあります。はい。なるほど。よかったよかった。はい。そこ世代もね、ありますからあれですけども、お二人がね、0日婚ということでございまして、もう本当にもう急なお話と。いうことではございます。お二人ですらね、ちょっとびっくりしてというか、自分たちでもドッキリじゃないかみたいなね、それぐらいの感じでございまして、大変話題を呼んでいるわけでございますけれども、このお二人がね、果たして今後どうなのかとか、相性とかどうなのみたいな、ちょっと気になるところだと思うんですけども、いかがでしょうか？わかりました。ね、今日そのネタだっていうことで、もう出してるんですけど、ヒカルさんね、出生時間がなんかわかるみたいで、あらまあ。そう、へーってなってました。占い師としてはありがたいですね。ありがたいですね、ありがたいです。で、ヒカルさんの、なんかね、タレントっぽいことやるのが2012年から2032年の12月っていうのが、金星の時期で、そういったタレントっぽいことされそうな感じがするんですよね。その中で特に今期になりそうなのが2023年の2月18日から25年の10月22日って出てて、ここがね、モテ期だったり今期だったりっていうタイミングなんですよ。なるほどね。ヒカルさん当然表になる方だと思いますけど、今期ってことで言えば確かにバッチリ。今期だなっていうふうに思いました。で、なんだっけ？相性ですね。相性で言うと、なんか感覚違うかもなーっていう感じはしますと。感覚が違う。ノアさんの生まれた時間にもよるんですよね。1時過ぎくらいに、深夜の1時過ぎに生まれてたら、夫婦としてもくっついておかしくない相性だし、恋愛で言って、男女の関係とかですよね。それの相性も悪くないな、トラインくらいになるんで、金貨がね。だから、そんなに悪くないなっていうふうには思いますと。ただ、四柱推命で、見ると、全然感覚が違う。価値観みたいなところちょっと違うんじゃないかなとは思います。ただ、二人ともね、メリットがある。メリット、成長していったりとか、なんかプラスになる、ウィンウィンになるようなポイントを持ってる。ただ、なんか感覚は全然違うんじゃないかなっていう気はします。そういう意味だったらもしかしたらお互い切磋琢磨じゃないですけど、磨き合う関係かもしれないですね。かなぁと。で、ノアさんの方は32歳ぐらいからずーっと運勢いいんですよ。だから、もうすぐでしょ、多分。これからですね。そう。だから、これきっかけになんか、いい感じに活躍したりとか、いう感じ。もともと今でもね、いろいろね、ブランドのプロデュースとかもされてらっしゃるわけですから、さらにご活躍されるってことですよね。感じかなとは思いますね。で、ヒカルさんも、あと数年多分こういう活動とかされるし、けどね、四柱推命で見ると、なんか、来年あたりからどんどん炎上運みたいな感じにはなっていっているので、何年か前にほら、バリュー騒動とかってあったじゃないですか。だから似たようなこと、これからいろいろ出てくるのかな、大変そうだなとは思いますけど、それもネタに変えながら、まだしばらく活躍というか、パフォーマンスしていって、さらに成長していくんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。なるほどね。もともとね、やっぱりそういうどんなことでもネタにするっていうね。で、32年以降もちょっと形違えど、なんか全然違う見せ方とか生き方とかしていくのかなと。ずっと活躍する人だとは思いますよ。なるほどね。お二人のね、今後ね、どちらにしましてもね、いいただね、二人ともね、空母期間なんですよ。空母なんですか、今。空母です。空母の年の空母の月、僕らと一緒。あら。
辰巳天中ってやつ。そう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 。あららら。そう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 。だから、空母機関の結婚ってうまくいかないよってセオリーだと言ったりするんですよ。よく言いますね。うん。で、空母の年と空母の月だからね。これはめでたいっていう感じで、なかなか、だから続ける気あんのかなくらいのタイミングだなぁとは思いますけど、それも含めて面白いし目が離せないなと思いました。まあ、お二人も勢いでってね、さっきも言ってた通りで言ってたら、どうなるんでしょうね。まあ、お二人がね、本当にいい方向にね、行っていただければとは思いますけどね。結果良くなるんじゃない？はい。楽しみでございます。はい。ということでございまして、続いて二つ目でございますけども、まあ、これもお騒がせですね。イーロン・マスクさん。はいはい。はい。わかった。結婚のやつ。結婚じゃないや。子供のやつだ。子供のやつなんです。まあね、X、Twitter の運営ですとか、社長ですとか、テスラとかで有名でございますけども、隠し子。隠し子、まあもともと子供が多いっていう。十何人いるんだよね。本当に。まあそんな中でですね、なんとそのうちの隠し子というのが、日本の、海外でも活躍するような日本のポップスターと子供を作ったんじゃないかと。いうことですよね。平井堅さん？いや、違います。違います。って書いてあったよ。書いてありましたけど。X に書いてあった。いや、ユーアナビはポップスターじゃない。君をもっとって言ってて、イーロンマスクに言わないでしょ。今の科学技術ってすごいなって。だいぶ早い。あ、そう？すごいなってなっちゃうけど、確かに。イーロンだったらあるかなって。ないと言い切れないのも怖いけど、たま違いますよね。まあ多分女性の方と。これ何を見たらいいの？誰かがわかんないから相性でもないし、イーロン・マスクさんは小煩悩になりそうだなと思ったんだけど。本当に、まあ、じゃあ、イーロンさんの運勢じゃないですか。どうなんですか？確かにね。やっぱりほら、今、いろいろね、言われてるじゃないですか、そのトランプ政権のこと。確かに。どんな運勢かっていうことで。イーロンさんは、地中水明だと南半球だから全部逆転させなくちゃいけないんですよ。そっか、季節がね、変わっちゃうから。そう、変わっちゃう。だから、冬と夏が逆で太陽の角度で見てく占いだから、地中水明って。だから、北半球で生まれてたらなんかアーティストみたいな感じなんですよ。アーティスト感は確かにちょっとあんまりないかな。どっちかっていうと超オタキ。はいはい。で、まあ、27、8歳くらいからずーっと死ぬまでいいんじゃ、50、60年間ずーっといいんじゃないかっていう。なんかそっちの方がしっくりきますね。そんな感じには見えるという感じなんで、まあそういう風に捉えたらいいのかなとは思いますと。なるほど。それを踏まえた上での今後の運勢って言うとどうなんでしょうかね。今後も、まあずっといいよ。だし、ラア付近2012年から入っていて、まあ、しっちゃかめっちゃかなんだろうね。2030年まで。まあ、今はそれっぽいですね。しっちゃかめっちゃかだけど逆転できるよっていうような感じの時期に入ってて、この人も23年の11月から26年の11月くらいってモテ期というか今期というか。なんで、ポップスターもゲットできたんですかね。この期間なのかもっと前かもしれないけど、まあ、今乗ってる時期ですよね。なるほどね。まあ確かにね、そういう意味で言ったらば波には乗ってらっしゃるのかなという気がしますしね。だから26年の11月から27年の10月は結構追い込まれるような感じになるけど、それも多分逆転できる。それはどこなんでしょうね。その運営している企業の話なのか、まあ政治なのか分かんないよね。なるほどね。まあでもその逆転。ずっと。なるほどね。まあ大変そう、波乱万丈で、その後も名誉を得られるみたいな感じに出てるから、まあずっと活躍する人だなっていうふうに思いますけどね。なるほどね。そんな中でね、果たして、まあこの隠し子の方一体どなたなのか、ちょっとね、気になるところではございますけども。子供のことはね、内緒にしたいみたいなところは結構ありそうですよ、この人はね。なるほどね。まあご自身が活躍されてる方もあるかもしれないですけどね。ということでございますので、まあちょっとイーロンさんも今後も注目で、はい、ございます。そうですね。なんだろう。ここの視聴者さん、イーロンに興味あるのかな？だから、どっちかっていうともっとピーター・テイルとかだよね。多分ね。とかね。まあ、そっちじゃないかなと。まあ、いっか。まあ、ニーズがあれば、また喋ります。はい。まあ、そんな、もし、喋ってほしかったよっていうことがあればね、コメントとかもいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。続いていきましょうか。はい。続いてがですね、まあ、日本の政治のお話でございますけれども、今回ね、まあ、出馬されるということで、深田萌さん。出馬するの？出馬されるっていう。なんか、X のトレンドに入ってるのをなんか見ましたよ。はい、そうなんですよ。で、まあ、それに当たってというか、まあ、その同じようなタイミングでになるんですけれども、羽生田浩司さんの方から訴えられてしまったと。訴えられた。訴訟をちょっと起こされてるというようなお話でございまして、まあ、なんか警察がどうのってやつかな？そうですね。刑事告訴ってやつか。刑事告訴ということで、はい、そうなんですよ。ということになってしまったということでございまして、まあ、萩生田さんの方から、ちょっともうこれ以上は見過ごせないっていうことで、
きちんと。これか。そう、訴えてというかね、まあそういうの良くないぞということであったということなので、ちょっとこれ政治のね、ちょっとトレンドに乗っております。そうですね。難しいなねえ、まあ、どっちがどうとかっていうね、ところに関しては、まあなかなかね、大変だとは思いますけども。そう。だから、今、時代は社会構造が変わる時期なんですよ。何度も僕話してるよね。で、特に、まあ、天皇制双子に入ってくるのが来月の7月7日から入ってくるし、まあ、社会も変わるし、AI とかすごくなるよ、みたいな話をしてますと。で、深田さん確か、だから半導体とかずっとやっている人ですよね。で、いろんな問題とか、中国の壁とかなんかいろんなもの出てきて、結構共和党とかにロビー活動とかされてたような気がしますと。で、そこら辺と利権が結構ぶつかってるのかなっていう風なのはなんとなく。だって、萩生田さんって、それこそ、あれですよね。清和会的な人でしょ？そうですね。なんか、TSMC とか、あの辺ってさ、掘ってけば掘ってくほど、俺マークされるんじゃないかと思うから嫌なんですよ。まあ、あくまでうちの番組はね、別に、うちの番組うちのコンテンツとしては、別にどっちにどう味方するとかじゃないですからね。そうですよね。だから、おっかない。要は、合戦中だよね。だから、既得権みたいなのがあったとしたら、それひっくり返って、別な既得権ができたりする最中じゃないですか。まあ、そうなっちゃいますよね。だから、そういう時のいろんなエージェントが出てくるんですよ。海外から影響を受けて、こっちの会社からお金もらって、こっちの政府から援助されてみたいな感じなんで、あ、戦の最中だなっていうふうに僕は思ったので、あんまり触れたくはないんだけど、運勢見ればいいかな。そうですね。占いだしね。占いですからね。占いだしね。運勢で言ったら、萩生田さんまだいいんだよね。もうね、お年としては今66くらいまでいいっすよ。じゃあ今60で確か1とかですから、今年来年再来年くらいまで強いから、強いよなーっていう感じ。なるほど。じゃあまだまだちょっとご活躍される。なんか、ある程度パワーを持ってんじゃない？なるほどね。パワーはずっと持ってる最中だろうなと。で、その中でも今、若干、不利になりやすい月とかで言ったらちょっと不利になりやすい時期だなっていう感じには見える。はい。で、深田さんか。深田さん、そっか。お羊座なんですね。で、5月25とかから土星が入ってきているっていう感じで、人生の中の試練になりやすい、ここ2年半くらいになるんじゃないかっていう、真っ最中ですよね。で、そんな中、運勢で言うと、まあ、けど40代からちょっといいのか。41くらいからずっと結構いいのかなとは思いますと。いいんだけど、アップダウン結構激しそうですね。なるほどね。そう。だからまあ結構人生に翻弄されそうな人だなっていう感じには見えますけどね。まあ、今回のね、お話も東京24区から出馬予定ということだったんですけれども、まあ同じその選出になってるということもあってから。そうだよね。なんか、変なビラ配ってたとかそういう話でしょ？そうですね、その内容がちょっとおかしいぞっていうので。だけど、じゃあ事実じゃないとかちゃんと証明しろとかっていう話でしょ？そうですね。どうなんだろうね。なんでスルーしなかったのかっていうのは、ね、萩生田さん何なんだろうなとは思いますし、だから言ってる内容が結構ディープすぎて、調べたらどうですかっていう感じですね。なんか、そう。ね。運勢としては今、こんな感じだ。僕からすると、だから今、戦の最中なんだなっていう感じの印象です。はい。ということでございます。はい。まあ何かの参考にしていただければと思いますけども。はい。そして今日4つ目のニュース、ラストでございますけども、はい。小泉進次郎。また大臣に。はい。ということでございまして、ね、お米の方も、ね、どんどん、備蓄米の方がどんどん出てってるということでございまして、いろんなニュースが飛び交っておりまして、まあそんな中で、もしかしてこのまま総理大臣になっちゃうんじゃないですかみたいな、そういうちょっと噂がね。なるほどね。はい。やっぱりね、小泉純一郎さん。ね、のこともありますから、やっぱりその流れであるんじゃないかということがちょっと話題になっております。果たしてそんなことがあるのかどうかというところでちょっと今後の運勢見ていただきたいなっていう感じなんですけども。43くらいからの10年間の対応だから去年くらいかな、入ってるのかなとは思います。ここが総理大臣になりそうな10年なんですよ。じゃあもうまさしく、ね、そういう意味で言ったら今だよね。今ですね。で、星だけで言ったら28年とか29年
あたりが、先生術的にも、市中水明的にもなんか、そういう総理大臣とかやりそうだなっていう感じだから、まだ3年くらい ?3 年、4年ぐらいですかね。あるなっていうことで、お父さんの真似をするんだったらば、例えば農水大臣になって、今のままじゃ JA とかこういう、既得権がどうのこうのみたいな話をして、農協をぶっ壊すみたいな感じで、なんか言ったりしそうじゃないですか。で、それで、潰されたみたいな物語があって、本当に壊して、はい、アメリカ様どうぞっていうような流れに、世間がね、それに流されちゃうかどうかっていうのもありますけど、28とか29あたりは総理大臣にしててもおかしくないし、まあドラマ土星が、この人もお羊座の人なんで、土星と海王星が今入ってるじゃないですか。その時代の流れに思いっきりこう、受けて、なんかまあ、しばらく目立ちそうな人だなっていうふうに思いますけど。なるほどね。ね、小泉純一郎さんの時は、まあ、いわゆる郵政民営化。今回はまあ、農協は国のものではないですけどね。農協というものでちょっと。国のものにしちゃえばいいと思うけどね。逆に。なるほどね。まあ、そこでちょっと何かしらあるのかどうか。どうなんでしょうね、という。まあ、だから、いろいろ仕掛けられてるよなぁとは思いますけどね。なるほどね。3年後、4年後ぐらい。そう、だから、今、日本ってかなり過渡期で、大変だとは思うんですよ。例えば、そうですね、日本だと多分トランプさんとかプーチンさんの印象って悪く映ってるよね。まあ、メディアとか的には。メディアとか、それまで保守って名乗ってたような人たちの主張で言ったら悪く映ってるはずなんですよ。まあ、どちらかと言ったらやっぱりちょっと悪者扱いというか、なんでこんな国民を苦しめてみたいな感じに、やっぱり報道としては多いですよね。で、トランプさんに潰された層っていうか、トランプさんが潰そうとしてる層っているじゃないですか。まあそうですね。で、それの影響は相当日本って受けてるし、で、どちらかというと中国というかもトランプさんが潰そうとしてる側とズブズブだと思ってるんですよ。個人的には。なるほどね。で、本音がいいんでしょ？まあ、皆さんは本音やっぱりお好きだと思いますよ。そう、だから、そこの最中だよね、と。で、僕は進次郎さんはトランプさんが潰そうとしてる側のエージェント的な風には思ってたんですよ。はあ、なるほど。だし、中国とか、なんか、と自民は今近づいてるじゃないですか。確かに、まあ、どちらかというと、やっぱりそこでね、今、いい関係を築こうとしてらっしゃる。それがいいのか悪いのかっていう善悪の判断は僕はしないでいい？まあまあ、それは分からないですよね。だけどまあまあそういう感じだなって思って見てますけどね。それこそさっきの深田さんのと一緒で、なんか合戦してる遠くの方でホラ貝が聞こえるぞみたいな。なんか感じで、こっちまで来ない、ね、火飛んでこないと、矢とか飛んでこないといいけどな、くらいの感じで見てますけど。まあ、そうですね。本当に実際の戦争とかね、そういうことにならないでほしいなとは思いますけどね。備蓄米どんどん出てっちゃったら、まあ安いうちに買うのもいいと思いますけど、別にチャーハンとかにしたらね、匂いとかも気にならないだろうし。まあ、これ炎上しますわかんないけど、だし、亡くなってからいろいろ起きたらね、怖かったりもしますからとは思いますけどね。まあね、それはね、本当ね、起きないでほしいなとは思いますけどもね、世の中何が起こるか分かりませんからね、本当にね。26年に向けての動きだとは僕はいろいろ思います。だから、今年いろいろ起こるけど、その、大災害だけに、7月の。まあ、これはチャスさんとの時に喋ればいいかなとは思うんだけど、今年起こることっていうのは26に起こる大きいことの、なんていうのかな、仕掛けですよ。ここで仕込んでおくことによって、新次郎さんもそれのアクターというか、一人じゃないかなとは思って見てますけどね。僕同学年なんで、なんか別に、僕の一番仲良かった友達と誕生日1日違いとかなんですよ。新次郎さんそう。そうなんだ。そう。同じクラスのね。そう。だから、へーみたいな。小学校の時ですよ。はい。なるほど。だから、へーみたいな。頑張ってんなみたいな。なるほどね。まあ、それぞれのね、立場とかがありますし、それぞれがいろんな思惑がある中での動きっていうところですからね。こういう話？どういう話だろうね。僕の本音って。僕の本音って何ですか？知りません。ちょっとこっちに聞かれてください。本音で言ったら結構口悪いんだよな、俺。僕はよくね、聞かせてもらってますけども、まあ、YouTube で話して。嫌われるタイプだよね、基本はね。痛いって感じる方は多いかもしれないですね。そうだよね。なんか、うわーっていう風に思うっていう方は多いと思いますよ。うざって思う人も一定数出てくる感じなのが、一生懸命猫被ってるんで、
被らせてとは思うけどね。まあね、やっぱりこう。そう。ね。一応経営とかしてるしね。はい。けど、そんな感じで、今その最中だよねっては思いますけどね。よく見といた方がいいですよ。本当に。あっという間に世界って変わっていくので、僕も冗談めいて言ってるし、面白いところだけ切り取られていっぱい流れてくるじゃないですか。そうですね、どうしても。だけど、後悔しないようにねっていうふうには思います。後からこんな風になるなんて知らなかったとか、そんなことを言い出しても、結局変わっちゃうんだから、いろいろね。だって AI もどんどん絶対来ます。あ、そう。だから前回ね AI のこと書いたら結構ネガティブなコメントとか入ったんですよ。ありましたね。だからどうしようかなって、やっぱり早いね、人類には AI は早すぎるのか、みたいな話なんですよね。だからもう5回も6回もいろいろだから極まって滅びってやってきて、次こそはっていうのが今回だと思うんですよ。で、どうすんだろうね。まあ、どうするかに答える人もいるし、答えられない方もいらっしゃるのかなっていう感じですけどね。なんか、ちゃんと人間で、この AI で文明のなんかレベルがポンって一つか二つ上がるみたいなこと乗っかったら面白いと僕は思うよ。だから、こんなんで滅んじゃうのは面白くないねとは思うし、ただ世の中本当に大きく変わっちゃうんですよ。で、変わらない系の発信してる人の方がまだ多いかな。まあ、どうしてもやっぱり、この仕事は残るよの方残るよとかの方が、やっぱりみんな見たいもんね。見たいですもん。見たいからな。だから、作ってった方がいいんだよ。だから、変わっていくから、こういうものは、もう考え始めて作っていきましょうね。役割を作っていきましょうね。で、日本人ってお金を配ってなんとかじゃなくて、役割を分担して和合してったっていうか、移民とか、昔から今の日にならないくらいの率で移民って入ってきてたんですよ。もうだからもうなんか奈良時代とか、もっと昔です、昔。古代っていろんな国から日本って来てたんですよ。そもそもね。で、それぞれに役割を与えていくから、みんな仲良くしてたわけじゃないですか。その役割がなくなるっていうのは DNA 的に相当怖いことだけど、新しい役割を作っていけばいいわけで、それを発明できるのって僕日本人だと思ってるんですよ。だから、なんていうのかな。まあ、怖がらないで、けど起きちゃうんだなっていうふうに思っててほしいんです。この仕事は安全だろうなんて思わない方がもしかしたら、自分の身を守れるし、周りの人のことを守れるかもしれないですよね。だって、本当に変わっちゃうからね。ちょっとそういったところもね、このね、動画でもお伝えできればとは思ってるんですが、そのためには再生数があった方がいいんです。本当によろしくお願いいたします。すいません、なんか、どう草薙くんにリアクション返したらいいか戸惑った顔をおっしゃいました。ごめんなさい。はい。だけど、そんな感じかなとは思います。メンバーシップとかでもね、喋ってるし、だから、言えないことっていうかな、なんていうのかな。言ったらみんなが傷つくかなみたいなことって一生懸命これでも抑えてるんですよ。まろやかにね。まろやかに伝えてるんです。だから、よっぽどさ、突拍子もないこと言った方が、再生数も上がるかもしれないし、恐怖も煽れるかもしれないしっていう感じなんだけど、割とリアルに AI やばいし、地政学的にやばいよっていうふうに思っていて、で、大きく変わってしまうなとは思っているんですよね。で、それにちゃんと事前準備みたいなしてった方がいいので、割と受けないかもなと思いながら、いやいやじじいはやってるんです、これでもね。だけど、言っとかないと嘘つきになっちゃうし、嘘つきっていうか、占いとかやってるのに分かんなかったのかよとか言われるのも嫌だから、一応やってるっていう感じなんだよね。なので本当にね、今もチャンネル登録してくださってる方本当ありがとうございます。メンバーシップご登録の方もありがとうございます。で、いろいろとね、本当にお届けできればと思っておりますので、引き続き、チャンネル登録、高評価、そしてコメントの方。そうですね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。というわけでございまして、また次回お会いできればと思います。それでは今週もありがとうございました。はい。またね。